どうも作曲家のトイドラです。今回はね、ちょっと珍しくボカロ曲の分析をしてみようと思います。イオワのキュークラリンという曲ですね。非常に流行った曲です。この曲ですね、音楽的に見ても非常に面白くて、僕も最初に聞いた時にとても印象に残ったので、今回分析してみようということになりました。この曲の特徴なんですけど、なんと言ってもね、音が気持ち悪いんですよね。音が悪い。それは音楽的な意味でも悪いし、音質もかなり悪い方向で作られてる。これ意図的にやられてるんですよね。普通いい曲作ろうと思ったら、綺麗に聴かせるっていうね、この綺麗に聴かせることを意識するんですけど、この曲は綺麗に聴かせないっていうことが、表現に結びついてるんですね。キックやベースの音色も潰れてるし、なんかスネアとかもね、芯がない音、非常に、ローファイな響きになってると。で、そういう気持ち悪さ、音の響きの気持ち悪さを、うまく曲の中に落とし込むために、コード進行っていうのは非常にシンプルですね。驚くかもしれないんですけども、この曲は本当にシンプルなコード進行でできてます。音がとてもぶつかるので、難しいコードなんじゃないかって思うかもしれませんけども、もう全くシンプル。クラシック音楽に近いです。子供向けのクラシック曲みたいなコード進行です。でそこに対して、ただし、ボイシングが悪いんですね。悪いボイシングをやはり意図的に使ってます。シンプルな和音なのにもかかわらず不安定に響かせるっていう謎の技術ですね。そして、音がぶつかるのは全く気にしないし、なんならトーンクラスターまで出てきちゃうんですね。これは後で注目していこうと思います。で、この曲のビート感についてなんですけども、バタ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 ともう常にすごいこう刻んでるんですよね。で、しかもなんかリズムもすごいずれちゃってる。これわざとずらしてるんですけども、これはローファイヒップホップの影響が見られるかなと思います。ただ、それと同時にローファイヒップホップではありえないようなドラムンベースみたいなね、すごく速いテンポで曲が進んでいくわけですね。でその結果、どういう効果が生まれるかっていうと、目覚まし時計ですね。目覚まし時計の表現になってるんですよね。この曲は歌詞が、とてもなんでしょう、暗い、結構闇が深い歌詞なんですけども、この女の子がね、朝起きられないで目覚まし時計にもうずっとこう起こされるっていう脅迫観念がね、歌詞とか MV にね、表現されてるわけです。それがもう曲全体を通してもうそこら中で目覚まし時計が鳴ってるかのような効果をここでね、与えるために、すごい特徴的なビート感が使われているというわけなんですね。じゃあ早速曲の方を見ていこうと思います。さあ、それでは分析をしていきましょうかね。まずはね、ざっくりコード進行を見ていこうと思うんですけども、さっきも言った通りとてもシンプルです。イントロの部分ですね。はい、この冒頭のコード進行ね、251ですね。普通のコード進行です。一番普通のコード進行ですよね。ただし、一個だけ言っておきたいことがあるんですね。この5の、この5の和音を見てほしいんですけども。これね、音ぶつけてあるんですよね。普通だったら、ここは5のセブンス、B セブンスの和音が鳴ってるわけですけど、これでいいですよね。なんだけど、ここでは、この音に加えて、まずフラットナインスが鳴ってますね。で、さらに、アボイドノートであるナチュラルイレブンスまで鳴ってます。
ここの音はぶつけてはいけない音なんですよね。アボイドノートっていうのは同時に鳴っていてはいけない音なんですけども、あえて鳴らしてます。この曲ではね、こういう工夫がとてもたくさんあるんですよね。鳴らさなくていい音を鳴らすとか、鳴ってなきゃいけない音を鳴らさないで、それによって響きが崩壊するんですよね。崩壊させているんですけども、この曲は全体的にそのローファイな音作りをしてあるわけです。で、それによってなんとなくこう、響きがもう本当に気持ち悪くて聞けないっていう状態にはならないわけですよね。なんか不気味だなっていう雰囲気がずっと漂い続ける。はい。で、続きの部分もちょっと見ていこうと思います。もうこの辺はね、説明しなくても皆さんわかると思うんですけども、明らかに気持ち悪い音鳴ってますよね。このね、二つのパート、こいつらがすごいキモい半音階をね、弾いてるわけです。リズムもずれてるし。で、さらにそこに対して、ギターがね、ここでアルペジオを弾いてるんですけど、なんかこのアルペジオのギターも、すごいバタ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 した響きのリズムになってるんですよね。こんな感じでね、今はちょっとこのね、作曲ソフトの関係でリズムぴったり合ってますけども、原曲の方ではすごいリズムずれてます。で、そこにさらに付け加えてね、打楽器のパートちょっと見てほしいんですよね。トライアングルと手拍子が鳴ってるんですけど、これなんか、どっちもよくわかんないリズムで鳴ってます。すごいリズム取りづらいですよね。普通にね、手拍子叩くんだったら別になんか、拍の頭でね、こう、うんパンとか叩けばいいじゃないですか。で、トライアングルだってそうですけども、あえてそうしてないですよね、これ。よくわかんない細かいリズムで叩いてます、ここではね。普通こんなよくわかんないリズムにしません。打楽器がキモいタイミングで鳴って、で、同時にキモいリズムのズレのパートが複数あって、もうめちゃくちゃなことになってるんですよね。で、あとこのね、こういう激しく細かい音符で叩くようなパートっていうのは、これは目覚まし時計のアラームですよね。目覚まし時計が鳴り響いてる様子がすごいもう鮮明に浮かんでくるような音作りです。ただ、ここでのコード進行っていうのはやっぱりシンプルだし明るいコード進行になってるんですよね。こんな感じでね、普通に1の和音から順番にベースラインがこうダーッと上がっていくっていう形のクリシェですね。よくあるコード進行です。ただ、やっぱちょっといらない音がね、あえてぶつけられてるんですよね。例えばここですね。ここの和音ですね。普通だったら、この音いらないですね。この音はなしにします。なんだけど、1個ね、あえて加えてると。細かい差なんですけども、ここに1個音があることによって、なんか余計に濁った響きになります。その濁った響きを狙ってるわけですよね。で、コード進行はシンプルなんですけども、ちょっとメロディーの方に今度は注目していきたいと思います。こんな感じのメロディーが鳴ってるんですよね。なんか不気味じゃないですか？これまず注目したいのは、メロディーにね、こういう変異している、シャープとかフラットとかナチュラルがついてる音がちょっと多めに設定されてるんですよね。ここですよね。ここすごく気持ち悪いですね、ここ。もうここなんかわけわかんないですよね。なんか半音で動いてる。適当になんかゆらゆらとして音がぶつかりまくってるわけですね。で、この後、メロディーが明確にハモるんですけど、このハモリも気持ち悪いんですよね。これ完全5度でハモってます。ハモリは普通3度でハモるっていうのが定番、一番綺麗な響きになるんですけど、完全5度でハモるのは禁止なんですよね。クラシック音楽の理論では完全5度でこうやって平行移動するっていうのはもう特に重大な禁止事項。なんでかって言うと音が気持ち悪いからですね。実際ここでメロディーがね、完全5度でハモってることによってなんか不気味だなって雰囲気が出てます。で、その後のところでも、ここですよね。このナチュラルがついた音で、4度でハモってる。4度でハモるっていうのもちょっと不気味な響きになりやすい。そういうのを、あえてやってるわけですね。こういうことがもうそこら中で起きてるせいで、コード進行そのものは相当シンプルなんですけども、異様な雰囲気がずっと漂ってます。で、もうちょっとコード進行に着目をしておくと、コード進行はね、この曲全体を通してなんですけども、2-5-1の動きがとても多いです。普通のコード進行なんですよね。例えばここですよね。はい。今流したところですけども、G7 から C シャープマイナーへ行って、で、その後、
F シャープへ解決をしていくわけですけども、これ、まさに2、5、1という動きです。要するにドミナント進行ですね。ベースラインが完全5度下がる、もしくは完全4度上がるようなコード進行。G シャープから完全5度下の和音である C シャープへ進む。でその C シャープからさらに完全5度下のところにある F シャープへ進むみたいなね。これを繰り返していくっていうコード進行が、クラシック音楽的なコード進行であり、最もシンプルなコード進行です。で、ちょっと補足するなら、ここのね、G シャープセブンスの和音ですけど、音 B シャープ、つまり第一展開形という形になってますね。こういう風に、わざわざ展開形を取ってるあたりもちょっとクラシック音楽っぽいところですね。はい、というわけで、ここまでの前奏でね、もうこの曲の方向性っていうのは実は示されてるんですよね。クラシック音楽を意識させるような、とてもシンプルなコード進行。これだととても清楚な印象を与えますよね。まさに、本当に少女、無垢な少女みたいな感じ。なのに、周りで起きてることっていうのは、ものすごい、けたたましい目覚まし時計の大合唱だと。この後 A メロに入っていきます。こんな感じですよね。コード進行はさっきと全く一緒なものが繰り返されていきます。で、まずメロディーにちょっと注目をしてほしいんですけども、これメロディーがね、ずっと分厚く、この3つのパートでハモってるわけですよね。非常に分厚いメロディーですよね。これってあんまり普通の歌ではやらないと思うんですけども、ハモるとしてもサビだけとかですよね。ただ、これボーカロイドの曲なので、ボーカロイドの曲っていうのはね、ボーカルの音っていうのが電子音だから薄くなりがちなんですよね。細い声になる。なので A メロからもうずっと B メロもサビもずっとこの調子でハモってますけども、これはボーカロイド特有の工夫かなっていうふうに思います。はい、そういうハモリがあるっていう部分ともう一点メロディーでね、僕がちょっと強調したい部分があります。このメロディー、実は結構わかりやすくトニカルメロディーになってるんですね。トニカルメロディーっていうのは、僕が提唱しているメロディーの作り方の概念ですね。別の動画でね、説明をしてるんですけども、伴奏のコード進行がどんどん進んでいっても、それとはお構いなしに、メロディーだけずっと主和音、つまり1の和音の構成音で動いてるっていう、そういうメロディーです。これ実際ね、メロディーだけ聞いてみると、ハモリも含めてずっと1の和音が鳴ってるように聞こえます。だいぶ1の和音が鳴り続けてるような雰囲気しますよね。でもこの間も伴奏ではコード進行が進んでるわけですから、主和音を軸にメロディーを作ることによって、キャッチーなものにしようっていう気持ちが感じられると思います。はい。で、ちょっと A メロからね、このピアノの和音のパートにちょっと注目をしていきたいんですよね。コード進行自体はさっきと一緒なんですけども、ボイシングが変わってます。つまり音の置き方ですね。ちょっと聞いてみましょう。こんな感じになってると思うんですけどもね。例えばここ。これなんですかこれ。これね、絶対いらない音のぶつかりなんですけども、わざわざここに用意されてるわけですね。で、あとこことかもね。ここの和音ですよね。さっきは、普通に G シャープセブンスでしたね。今回は、フラットナインスのテンションが追加されてるし、しかもわざわざぶつかるところに置かれてると。こういうコードになってるんですよね。普通こういうコードは使いませんね。なんでかって言ったら当然響きが汚いからですね。このナインスの音、上に上げちゃうとかね。こういう風にしてぶつからないように工夫するんですけども、この曲の中ではあえてぶつけてると。こういう風にあえてね、悪いボイシングを導入するっていうのは非常に高等テクニックなんですけども、この曲の中ではとてもいい働きをしてますよね。ちょうどね、この時同時にこう上のパートでね、もうなんかカタ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 とずっとけたたましく目覚まし時計が鳴ってるわけですよね。それも相まって雰囲気を非常に演出してる気がしますね。とても耳につく工夫です。でもそんな感じで進んでいくんですけどもね。やっぱりピアノっていうのは、適宜荒ぶっていくとね。2回目の繰り返しではピアノがこんな風に動いてるわけですけど。これ気持ち悪い動きですね。普通こんな風に荒ぶったりはしませんけど。こういうバタバタバタっていう動きがね、突然現れるっていうのはこの曲の特徴ですね。で、こうバタバタしてる時っていうのはもう、音はなんかもうぶつかりまくってるんですよね。アボイドノートも全然余裕で鳴らすし、気にしないですね。はい。で、そんなこんなあって、B メロの方に向かっていくわけですけども、B メロに進む時にね、転調します。単3度下に向かって転調していくと。こういう単3度の転調っていうのはすごくポップスではよくあるものなので、やっぱりね、ここに関してはそんなに工夫があるわけではない。普通です。この曲の工夫っていうのはやっぱりこの転調とかコード進行みたいな、そういうところじゃないところにあるんだということがわかりますよね。
こんな感じになるんですけども、これ B メロ入った時にね、突然楽器が減るのがわかりますよね。これ B メロに入った時にね、まず突然ベースラインが消滅するわけですよね。低音がいなくなっちゃう。で低音がいなくなるっていうことは、かなり不安定な感じの音になっちゃいますよね。でそんな不安定さを補うために、ピアノがね、分厚めの和音を弾いてくれるのかなと思いきや、全然そんなことはしないですね。ここのピアノのバランスは驚きなんですけども、もうスッカスカなんですよね。こんな感じです。なんかやる気失っちゃったのかなぐらいの音の薄さですよね。で、さらに、このおかずですよね。この非常に気持ち悪い謎のおかずが入ってると。で伴奏で鳴ってるのはこの2つのパートだけなんですよね。これとメロディーしかない。音がとても薄くって、その真ん中あたりのね、音域、柔らかみを感じるような音域で鳴ってる楽器っていうのが一つもありません。もう不安になりますよね、聞いてると。で、しかもですね、さらにそこに上塗りするようにドラムの音も狂っていくんですよね。ドラムにフランジャーがかかってるんですよね。つまり、なんか、こう、ほわーみたいな感じで音色がだんだんこう、うねうねうねってしていくわけです。ドラムにフランジャーをかけるっていうのは普通やらないんですけど、もう、バグった音がね、演出されてるわけです。で、先に進んでいくと、転調はすぐに終わって元の調に戻っていきます。はい、こうやってサビに入っていくんですね。サビの前のところに関してはもうなんかコードすらもあまり鳴ってないような、何のコードなのかよくわからないような感じになっちゃってますね。で、このサビの直前のね、この1小節、ここで、一応綺麗にね、こういう風に、5の和音が鳴るわけですね。やっぱりドミナント進行が、非常にベースになってるコード進行なわけですよね。で、しかもここでもう一個ね、やっぱクラシック音楽っぽいなと思う工夫として、1の和音、5の和音、1の和音っていう風にね、進んでるんですよね。ここのコード進行。ここに一旦ね、1の和音が挟まれてることによって、クラシック音楽でいうところの1の第2展開形から5に行くみたいな、そういうコード進行を感じられるんですよね。つまり、普通は、こうやってね、5の和音から直接1に行きますけども、そうじゃなくて1の和音の第2展開形。1の和音の第2展開形ですね。これを噛ませてあげると、よりクラシック音楽っぽくなるわけですよ。これってクラシック音楽特有のコード進行なんですけども、それをね、とても意識させるような1の和音がここに含まれてるわけですね。で、ついにサビに到達するわけですけども、サビもね、コード進行ってのはやっぱり非常にシンプルなんです。ちょっと先に見ていきましょう。まずここでね、やっぱり、251ですね。6の和音に向かうような251が行われてます。で、その後6の和音から、準4の和音、つまり4のマイナーの和音に進むんですよね。これもクラシック音楽でよくあるコード進行です。で、ここはもう典型的なドミナント進行の連続ですね。はい、全部完全5度ずつ下がっていくようなドミナント進行でコード進行ができてます。で、この後ね、ちょっと泣きのコード進行に入っていくわけです。ここのコード進行ね、丸差し進行ですよね。4、3のメジャー、そして6と進むコード進行なんですけども、この泣きのコード進行に入る直前のところで5の和音になってますよね。5の和音から普通だったら1の和音に解決をしなければいけないんですけども、4の和音に進んでます。これは弱視進行ですね。クラシック音楽では禁止なんですけども、ポップスでは狙いどころを定めてよくやるコード進行です。とてもいい効果を生んでます。切ない響きですね。で、ここからサビの終わりに向かってね、進んでいくわけですよね。今、丸差進行で泣きのコード進行あったんですけども、ここの決めの部分では、王道進行が使われていると。こんな感じで進んでいくんですよね。で、ただここのね、一箇所だけちょっとコードがひねられていって、G シャープマイナーから G マイナーメジャーセブンスへと下がっていく。これはちょっと難しいコードに見えるんですけども、要するにコードがそのまま半音下にずれてるだけなので、ただの経過和音ですね。つまりこういうことです。G シャープマイナーから G マイナーへ半音全部下がったと。で、その流れでそのまんま今度は F シャープマイナーまで下がるというわけですね。だからコード進行としては半音ずつ下がってるだけです。で、問題はこの最後のところですよね。サビもいよいよ終わるっていうところで、
これですよね。これ、なかなかね、やらないですけどね。これ、トーンクラスターが鳴ってます。トーンクラスターっていうのは、ピアノの鍵盤を全部適当にダーンって叩くっていう、そういう音ですね。なので、これ和音としては、これコードはもう存在しません。何のコードとかないですね。ただ一応強いて言うなら、5の和音のそのドミナントの機能を持ってる。もう当然ね、これ一番緊張した音ですからね。ドガーンって音っていうのは一番緊張してますから、ドミナント。結果的に、ここは251だと言っていいと思います。ここがね、シンプルな5の和音じゃないというのはとても効果的だと思いますよね。歌詞とも符合してますよね。私、9クラリンのところでこの音が鳴るわけですから、9クラリンな状態っていうのが、つまりトーンクラスターだという表現なんだと思います。はい、それがね、サビのコード進行になるんですけども、コード進行以外の部分もね、当然見ていきましょうか。まずこのサビの間中ずっと鳴ってるおかずがあるんですけども、このおかずを一回聞いてみてほしいですね。このおかず、これサビの間中ずっと繰り返されてるんですよね。しかも、今はね、普通の音色ですけども、これ原曲の中ではなんか、音色がキモいんですよね。逆再生してんのかなみたいな。なんか、ほわ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 みたいな、すごい、アタックが緩やかな音色になってて、とっても気持ちが悪い音になってます。で、意外にもね、サビでは、おかずはそのパートしかないんですよね。このキモくて、音数が多くて、リズムが細かいおかずっていうのはね、もうこの曲の中でもうずっと使われてるんですけども、意外とこういうのを入れるのって難しいので、なかなかバランス感がうまいと思います。で、メロディーはね、相変わらずずっと分厚くハモってるわけですね。はい。で、ピアノ伴奏の方もちょっと見てみますと、さっきもあったような謎の音のぶつかりがやっぱり用意されていると。ここですよね。こんな汚いぶつかり方させないですよね、普通。しかも音域すごい低いですよね。この左手のヘ音記号のだいぶ低い音域。ここでぶつけるっていう。普通やろうと思ってもね、1オクターブ上に持ってきちゃったりしますけど。これだと汚い響きにならないからダメなんですね。汚い響きにしたいと。やっぱこうじゃなきゃダメ。で、その後の部分もね、コード変わるのにおかずの音形はね、ずっと変わらないわけですから、結局おかずがね、コードとぶつかっちゃってますね。アボイドノートを鳴らしてます。でも、それはもう今更気にしない。こんな感じで、サビは進んでいくわけですよね。でサビが終わると、一旦前奏に回帰していきます。この辺は飛ばしていって、一旦2番の方に入っていきましょう。これ、2番の面白い工夫ですけども、伴奏はね、実は1番とずっと同じものを弾いてます。なんだけども、再生速度が半分になってるんですよね。テンポが半分になってるんじゃないです。再生速度が半分になってる。なので、ちょっとこれね、楽譜の上でこうやって書くと普通にね、聞けちゃいますけども、原曲の方では、同じ伴奏の再生速度が無理やり半分になってるせいで、音がガビガビになってます。とても面白い音作りだと思います。一貫して汚い音、気持ち悪い音、全然なんかいい響きじゃない音を表現に組み込んで、こうかっこよく聞かせるっていう技術がね、冴え渡ってる。そういうことがわかりますよね。で、ちなみに、そんな感じで再生速度が半分になってて、すごい突然テンポがゆっくりになってるわけですよね、ここ。テンポゆっくりになってるんですけど、これ原曲では、なんか、おかずがね、もうすごい勢いでピコ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 ってなってるんですよね。結局やっぱりね、再生速度が半分になっても、なおずっと目覚まし時計がもうずっと鳴り続けてるっていう、そういう恐ろしさがありますけども、ちょっと音数が多すぎたので耳コピーはちょっと省略させてもらいました。この辺からね、伴奏はさっきと全く同じなので解説することはないんですけども、最後に一個だけ触れておきたい部分です。この A メロの終わりですね。こうやって元のテンポに戻っていくんですけども、これ最後のところでね、8分音符1個分だけ拍が余ると。こうやって無理やり帰ってくるんですよね。このリズム的なね、ドキッとさせるっていう方法も面白いですよね。で、それから、この最後の部分ね、コードが、ここがね、ちょっとだけリハもされてるんですよね。さっきまでは違う和音だったんですけど、ここで F メジャーセブンスにリハもされてると。こういうコードです。なんだけど、この時ね、上で鳴ってるメロディー。この音ですから F シャープですよね。これね、
リハも、つまりコード進行を変化させた結果、メロディーとぶつかっちゃってるんですけど、やっぱりそれすらも気にしない。もう気にせず無理やりリハもするっていうね。もうそういう強硬姿勢ですよね。この曲の中ではもうずっと貫かれてます。はい、そんなわけで、非常にわかりやすく、なおかつ刺激的な工夫に満ちた曲だったというわけです。さあ、いかがだったでしょうか？改めて振り返ってみるとね、この曲の特徴的な部分っていうのも明らかですよね。とっても気持ち悪い音作りをしてるんですけども、実はそのバランスをとってるっていう部分が一番すごいと思います。バタ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 としたリズムっていうのを、ローファイヒップホップのね、ちょっとローファイな感じのリズムのズレっていう風に聞かせる。で、しかもそこにドラムベースみたいなね、そういうバタ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 したドラムのビートをやっぱりここに加えるわけですよね。で、全体的に目覚まし時計の表現だという風にしてまとめる。その上で、気持ち悪い音だって僕ずっと繰り返してきましたけど、実はね、これボーカルだけ綺麗でクリアな音してます。なかなか憎いですよね。やっぱり、そのボーカルの女の子はもう清楚であって、無垢だっていう、そういうことなんでしょうけどもね。ここのメリハリのついたバランス感の取り方っていうのは非常に印象的に耳に残ると思います。ボカロの分析をしたのは今回初めてなんですけども、音楽性が高いボカロの曲があったらね、こんな感じで、忌憚なく分析していこうと思います。もし面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価等どうぞよろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。